前回のあらすじ。多少方法は荒かったけれど選べにミス・ネレバリンになった。そして少し前にもらっていた手紙に従いリブーク式に向かうの迷子になった。じゃの目は無事に噂のお宿に入るのでしょうか。どうもじゃの目です。前回から引き続きリブークをさまよっています。というよりこの区画から脱出できなくなりました。仕方ない。あ、どうしようかしら。What do お you 急ぎ want, なさい。 Outlander? アークカノンにお会いしないつもりか。お前何を知っている？アークカノンは資質によりあなたと話したがっている。オーディネーターとの対決は絶対に避けてください。アークカノンはハイフェーンのオーディネーターと話をしましたが、もしあなたが指名手配犯なら彼らはあなたを逮捕しようとするかもしれません。神殿の忠実なしもべである君たちの血が流されれば、和解はより難しくなるだろう。あアークカノンは私的な部屋であなたと話すために一人で待っています。彼の資質はハイフェーンの東礼拝堂の南半分にあります。しかし、東礼拝堂と西礼拝堂の入り口にはオーディネーターがいます。サリオーニの資質には専用の裏口があります。もしかしたら、忍び足や魔法でオーディネーターの前を通り抜けることもできるかもしれない。なるほど。ハイフェーン。ハイフェーンってこれか。正直そんな名前の場所だったなんて知らなかったわ。確かにこの先の扉鍵かかってたわね。この人たちの目をかいくぐって鍵開けできるかしら？バレないもんですな。バレた？いや、大丈夫そうだな。あ、ここに、こ片道分しか鍵開かないのか。の人？よく来てくれました。ネルバリンに関する寺院の教義のことはあなたもご存知でしょう。今こそこの教義を正す潮時なのです。寺院は誤った教義から人々を守らなければなりません。帝国諜報部とのつながりは、あなたの動機と誠実さを疑わせます。痛いとこつくわね。しかし、あなたはダンマーによってホーテーターとネレバリンに選ばれました。また、我々はダゴスールとの間で危機的状況に至っています。目覚めたシックスハウスから人々を守ることはもはやできません。あなたとあなたの予言は、私たちの最後の希望となるかもしれないのです。我々の状況は絶望的です。しかし私はむしろ、ビベク教自身から我々の状況の詳細と、その状況に至るまでの状況を聞いていただきたいのです。彼はあなたに会いたいと言っています。彼と二人きりで会って、直接話を聞くことに同意していただけますか？いいよ。よろしい。ここに二つの鍵があります。一つは私の部屋への裏口、もう一つはビベク教の部屋への鍵のかかった入り口です。ここの裏口。申し訳ないが、今のところオルディネーターたちは完全に私の管理下にあるわけではないので、今のところは彼らとの対決は避けていただきたい。ビベク教がお待ちです。閣下は非常に忍耐強い方ですが、お待たせしない方がよろしいかと。っていうか私多分これ開けた
あは。よいしょ。こっち。浮いてる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 んだけど、この人なんだ。はい。立った。立った。怖い。怖い。なにこの人。え。この人でもよく見かける人だ。知ってる。写真で見たことある。まあ私が知ってんのは外見情報だけなんだけど。おー、すごい。浮いてる。浮いたり立ったりする。面白い。君を待っていた。ビジネスがある。君と私だけの。一体何の話なんだろう。君のように若かった頃、私はとてもせっかちだった。だから私たちの仕事は手短に済ませるつもりだ。そうすれば後で他のことをする時間ができるかもしれない。まず私はネルバリンへの憎悪を取り除き、反対正派の神官への迫害を終わらせ、モロウィンドゼンドにあなたがネルバリンの化身であり、予言されたモロウィンドの救世主であり、ダゴスールとシックスハウスの脅威に対抗する最後の希望であることを宣言することを提案する。これらのことは君が賛成しようがしまいが、私は実行する。提案とは。次にダゴスール討伐の権限と責任をあなたに委ねることを提案する。拒否してもよい。拒否してもいいの？私は強制はしない。君は贈り物としてレイスガードと呼ばれるアーティファクトからその力を受け取ることになる。君はその贈り物を受け取り、あとは好きなように使うがいい。君は誓いとして責任を負うことになる。誓いを立て、それを守るか破るかは君の自由だ。まずレイスガードを贈り物として受け取るか。レイスガード。3つある。3択。でもこれ受け取らんと進まないんだろうな。君は飲み込みがいい。では今度は制約への賛成を聞くぞ。すべての神々と人間にかけて、可視と不可視のすべての精霊にかけて、私と汝の名誉にかけて、モロウィンドと神民の存続のため、ダゴスールの撲滅に君の命とレイスガードを捧げると誓うか。部活ではあるが立派だぞ。このような誓いにも躊躇を見せない人物を私は求めていた。では説明をしてやろう。一瞬時間が過ぎたような気がするはずだ。心配しなくていい。レイスガードの使い方を学ぶという不愉快な経験を避けるために、君を時間の外に置く。前にもやったことだ。真っ暗闇の中で浮遊しているような、しかし重さも方向感覚もないような感覚が一瞬訪れる。分かったはずだ。今すぐだ。君が我々のチャンピオンであることを神殿に伝えよう。反対正派神官への迫害はもうないだろう。双方が速やかに和解することを望む。よろしければ質問の時間を設けよう。あるいはお好きなように退席していただいて構わない。しかしその前に少なくとも2つ知っておくべきことがあると思う。レイスガードの使い方とダゴスールの倒し方だ。最重要事項だな。ダゴスールを倒すにはまずレッドマウンテンに行き、ゲート要塞ベになるからアーティファクトハンマーサンダーを回収する。その後要塞オドロサルからアーティファクトブレードキーニングを回収する。そしてレイスガード、サンダー、キーニングを持ってダゴスールの城塞に向かえ、城塞内でロルカーンの心臓を見つけるのだ。3つのアーティファクトを使い、ダゴスールと心臓のつながりを断ち切れば、ダゴスールは滅び、モロウィンドに広がる災いは収束する。ダゴスールを滅ぼすには奴とロルカーンの心臓とのつながりを断たねばなら。これを行うにはサンダーを心臓に1回振り下ろす。次にキーニングで心臓を2回異常攻撃する。絶対にレイスガードを着用すること。さもないとサンダーもキーニングも扱うことはできない。要点は以上だ。ここに詳しい説明を書いておいた。欲目を通して頭に叩き込んでほしい。なるほど。レッドマウンテンについて聞けます？私の図書館にレッドマウンテンの出来事を扱った文献を2つ用意しておいた。内容は互いに食い違っている。一方は私自らが表した本で事実を述べたものだ。もう一方はアッシュランダーの中で信じられていて、アポグラフアの蔵書だったもので事実ではない。君に信頼してもらうためだ。司祭たちに言って君のためにたくさんの資料を作らせておいた。読むなりしまうなり好きにしてくれ。一
一通り目を通せば必ず役に立つはずだ。知ってもいいんだよ、優しい。君は知らなければならない。ダゴスールはどこにいる？ダゴスールの計画は？ダゴスールの手下は？ダゴスールとは何者か？ダゴスールの力は？ダゴスールの防衛力は？ダゴスールとの戦いに備えるには誰が助けてくれる？どうやらいろいろ聞けるようですね。確かなことは何も分かっていないが、シックスハウスのカルト信者や無双の犠牲者を尋問し、ダゴスールの行動を研究した結果、多くのことを学んだ。神殿の学者と審問官は、我々が知っていること、あるいは疑っていることをまとめた文書ダゴスールの計画を作成した。この写しを受け取ってくれ。私の図書室にもある。ありがたく受け取っておこうかな。彼の下僕の筆頭は、7人の兄弟である肺の吸血鬼、強力な心臓の騎士、古くからの狡猾な魔術師たちである。彼らは死にかけているように見えるが、常に心臓で復活する。どういうわけか、ダゴスールは不死の一部を彼らに授けたのだ。あるいは、より通常の魔術によって自らを維持しているのかもしれない。実際にリスポーンするってわけか。彼は、影響を受けやすい被害者の夢の中に自分の心を送り込むことができる。あの人たちってそういうことだったんだ。被害者は彼の脅迫観念によって動かされるか、狂わされる。彼はまた、物理的及び魔法的な危害に対してほとんど不死身のようである。彼の肉体は、そして彼の信仰者の肉体は、変幻自在の魔法的形態へと進化する。ダゴスールと最高位の者は、自分の肉体の歪んだ姿をコントロールすることができる。下位の者は肉体の制御を失い、心なきコーパスの怪物となる。とんでもないやつだな。ゴーストゲートに駐屯しているオーディネーターや浮力装甲兵に、ダゴスールとその心臓騎士の一族の城塞の防衛に関する最新情報を尋ねるのが良い。ここでは教えてくれないんだね。戦いに備えよ。ゴーストフェンスの向こうには安全な場所も同盟国もない。資源を備蓄せよ。撤退と補給を計画せよ。力のアーティファクトを探せ。いよいよ最終決戦って感じね。ゴーストゲートに勤めているオーディネーターと浮力武装兵が内部の悪夢めいた実態に明るい。相談するべく彼らに会いに行きたまえ。ダゴスールはレッドマウンテンの地下にある心臓の部屋から一歩も出たことがない。彼はそこで、あるいはその近くで、第二のヌミディウムとも呼ばれる新たな神、アクラカンを建設している。第2のヌミディウム？第2のヌミディウムはちょっと困る。よろしくない。絶対に。全部聞いたかな、これで。じゃあちょっと本を見せてもらおうかな。これかな。これもしかして図書館ってまさかこれのこと？嘘だろおい。下になんかあったりとかしない？入り口だけでしょ？お前これを図書館と言ってらっしゃる。まあいいか。過去20年の間トリビュナルはこの計画を遂行できずにいた。ダゴスールの疫病まみれの下僕が大挙して押し寄せてこないようゴーストフェンスを維持しながら襲撃計画を遂行することが無理だったからである。ネレバリンに襲撃を任せればトリビュナルはゴーストフェンスの維持にのみ力を注げるため計画は守備よく運べるはずだ。ただしアーティファクトのサンダーとキーニングが失われ、ダゴスールの威力が増した現状では、計画遂行には新たな難点が生じている。したがって、我々が提案する作戦は以下のように5段階に分けられる。これはさっき聞いた話になってくるのかな？ちょっと読み飛ばして。ダゴスールへの隠れなくツールの使い方。ダゴスールの超能力はロルカーンの心臓から引き出されている。心臓はまたトリビュナルの神通力の源でもあるのだ。神話の時代、浄明の世界を築き上げた罰として神々はロルカーンの心臓を取り上げ、
レッドマウンテンの地下に隠した。心臓は地下植民地を建設しているドゥーマーによって派遣される。最優秀工芸士のカグレナクは心臓の力を利用しようとエンチャントツールをこしらえた。この冒涜行為を止めようとして起こったのが、なんだろう。この戦の後、カグレナクによりこのツールが使われ、ドゥーマー種族の失踪が起きたとされる。カグレナクツールはネレバル教とダゴスールによって取り戻された。ダゴスールはツールを見張るためにとどまり、ネレバルは顧問であった我々に相談をしに戻ってきた。ネレバルがいない間、ダゴスールは心臓に道具を試し、結果堕落してしまった。我々が駆けつけた時、ツールを引き渡すことを拒んだダゴスールはすでに錯乱していた。奴は我々に襲いかかり、我々は奴を放逐した。なんか聞いてた話と違うんだけど、あれ？我々は道具を携えてレッドマウンテンを後にし、道具の秘密は後になって操作シルが解明してくれた。我々は一丸となって道具を用いり、心臓とのつながりを確立した。それは我々の情妙という性質を変じるきっかけになった。こうして我々はトリビナルになったのである。我々の攻撃を生き残ったダゴスールは道具をなくし、完璧でないながらも心臓とのつながりを確立する方法を見つけ出し、自身を不死の存在へ変じた。ダゴスールを倒す我々の作戦は、同時にトリビナルを破壊する危険もはらんでいるのである。心臓に施されたカグレナクのエンチャントメントを完全に分解する。それがこの作戦の趣旨である。ダゴスールと我々のつながりは断たれ、我々はもう一度、情妙の存在へ変わる。情妙となったカグレナクは、普通の手段で死を迎えるであろう。荒人神が消え、トリビナルが没する可能性をはらむことは避けては通れない犠牲である。心臓とのつながりを確立するには3つの手順を踏む。レースガードの着用者が、ハンマーサンダーで心臓を撃つ。これにより、心臓は純粋な音色を発する。次に、レースガードの着用者は、キーニングで心臓を攻撃する。純粋な音色は、ポリズムとなってバラバラに砕ける。このトーンシャーズが、レースガードの着用者に不死性と神通力を生じさせるのである。3番目の手順を行う儀式は、ネレバリンには伝授していないので行えない。その代わり、ネレバリンはキーニングで心臓をもう一度攻撃するのである。これにより、音色は干渉を受け、不安定なパターンへと変わる。キーニングでさらに連打を行えば、音色はさらに破壊され、心臓にかけられたカグレナクの手によるエンチャントメントは分解され無効化される結果となる。そして、心臓とダゴスールとのつながり、トリビナルとのつながりも共に断たれる。心臓に施されたカグレナクのエンチャントメントを破壊すると、心臓の神通力による堕落を促す噴出物も停止する。モローウィンド全土のブライトは消え去る。ネレバリンが心臓の力を盗む誘惑に駆られることもあり得る。しかし、その秘密を知っているのはダゴスールと操作シルだけである。ダゴスールならば、カグレナクツールによって神になる方法を餌にネレバリンをたぶらかそうとするに違いない。我々のネレバリンがダゴスールに丸め込まれることはないはずだ。我々はあえてこの危険にかけようと思う。注意せよ。レースガードを着用しない限り、ネレバリンはキーニングもサンダーも安全には扱えない。ネレバリンはレースガードによって守られていないと、アーティファクトを手にしている間、継続的に負傷してしまう。故に、この状態が続けば死を見るのは明らかである。レースガードを着用せず、保持でき、なおかつ死傷せぬ場合、そのアイテムは偽物である。最後に一言。ダゴスールには、レースガードを身にまとう必要がない。ネレバリンは死亡及び捕獲の危険を回避するため、リコールもしくは、アルミシビ飛ぶやつね、用意しておくべきである。不意打ちを成功させるために心臓に施されたカグレナクのエンチャントメントが君によって破壊されることはダゴスールの考えではない。奴は君にそれができるとは考えず、自分で行うつもりもない。我々はこの手段を使えないはずだと踏んでいる。奴はそうしたパワーをみすみす犠牲にする者がまさかいるとは想像できないのだ。グレートハウスがそうであるように、ハウスダゴスの地位における優勢とは、挑戦と対決によって築き上げたものである。ネレバリンがアッシュヴァンパイアへ挑戦し、これを打倒し、シックスハウスに挑んでいくことが都合の良い理由になる。
ダゴスウールとその眷属は心臓を掌握したいという野心をネレバリンが抱いていると想定する。その想定を逆に利用し、ダゴスウールとの協力を呼びかけてくる奴の配下を一体ずつ倒せばよい。ネレバリンがダゴスウールを倒し、かつ心臓を掌握できるのであればそれに越したことはない。しかし、戦略としてはネレバリンは可能な限り地位の向上を望むと見せかけて、それから当主との取引を保護にするのが良い。ダゴスウールは当然、ネレバリンをハウスダゴスの一員にしようと申し出るであろう。その場は応じるふりをして、後で奴を裏切るのだ。もちろん、奴を出し抜こうとすれば危険を伴う。ハウスダゴスは謀略と裏切りにかけては古い歴史を持っており、奴も詐欺師であるからだ。この策は見抜かれるかもしれない。最後に、我々はここに述べた計画をネレバリンに強制するものではありません。ダゴスウールを滅ぼす可能性を最大限高める方法を提案したに過ぎないのです。ネレバリンの才覚と判断力に我々は万全の信頼を寄せています。ただし、率直に申し上げて、本計画が最良の策であります。うへ、長かった。あとは質問を受け付けるとかサポートしてあげるよってことかな。私さ、トリビュナルの人たちがネレバル教を毒殺したみたいな話しか知らなかったんじゃが。彼はレッドマウンテンの地下で起こった一部始終を語った。ドゥーマンは特別な道具を用いて彼ら自身を不死にしたんだと。ネレバルは我々に話し、ロルカーンの心臓には不思議な力が秘められていると言った。後になってさらなる筋から判明したところによると、ドゥーマンは不死になったのではなく滅亡したとダゴスールは思い込んでいたのである。ネレバルの話が終わると、我々は求めに応じて助言を行い、こう申した。チャイマーの民を幸せにするため、我々が責任を持ってそのツールを保管いたしましょう。ドゥーマーが永久に消え去ったと誰が断言できましょう。どこか遠くの場所に移送されただけかもしれません。再び我らの安全を脅かそうと戻ってくることがないとは言えますが、故にその道具を保管してその原理を解明せねばなりません。そうすることが子孫の安全につながるのです。するとネレバルは抱いていた不安を口にして、ある条件の下でなら助言に従うことを了承する。その条件とは、我々が共にアズラの前でドゥーマーが意図した不敬な方法を使っては道具を利用しないという制約を立てることだった。一同はこれを納得し、ネレバルの指示のもと、厳かなる誓いが立てられたのである。いや、これさっくり読んだんだけどさ。さらっとネレバル教がなんか消えてるんだけど、まあ。読みたくない。ネレバルアートレッドマウンテンとダゴスウールのプラン。もういいかな。とりあえずけど、さらっと消えたネレバル教はどうなったか教えてくんね。ねえ。ネレバルについて教えてくれません？教える気はないと、そうっすか。じゃあ行こう。行こうって言ったってどこに行けばいいんだ？レースガントってのもらったんだったっけ？どっちこれ？
これどっちか選べたりせんできればこれつけたまんまでいたいからさ、もう片っぽの手袋外したらつけたりせんかな。これ外したからこっちの手につけたりとか、できませんね。はい。はい、お疲れ様でした。こよい手袋つけたかったなぁ。ショートブレードないんよ。あれ？あ、ほら。増えるんよ。どうしよっかなぁ。でもこれつけなきゃいけないんだろう？ I'm very happy to make your acquaintance. って思ったけど、よくよく考えたらまあまあいいもの拾ってたなって。これかな？エラベに結んで拾ったやつなんだけどさ、どっちだったかな？あ、これでいい感じかな。はい。まあまあかな。シールド10ポイントか。まあいい感じだな。と今回はほぼほぼ朗読会だったんだけど、たくさん読んで疲れました。まあまあカットしたんだけどね。詳しく読みたい場合は UESP とかで読めると思います。多分、次回はアーティファクト探しからってことになるのかな。そんなところで、今宵はこれまで。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。それでは、おやすみなさい。